ちは、引っ越しで書道家の清水勝信です。今回は字形の整え方のシリーズを第7回として、ちょっと応用として文字をきれいに見せるためのテクニックをご紹介します。で、今日は3つ、タレの書き方と尿の書き方と、あと主格についてのちょっと説明をしたいなと思います。それではよろしくお願いします。はい、タレのある文字、一つ目、ガンダレなんですけれども、文字のセンターありますよね、ここ。で、センターに対してこのガンダレは、ちょうど真ん中に来ますよね。で、それに対してこの中のパーツなんですけれども、センターよりも右にずれています。それがポイントになります。もちろん、書風によって書かれる書道家さんによってど真ん中に書かれる方もいるんですけれども、僕は全体としてこれは右にずらしてこういう綺麗な三角になるように意識して書いています。はい、これはガンダレですね。タレのある文字2つ目がマダレなんですけれども、これ先ほどのガンダレと一緒で、まずセンターありますよね。センターに対してこのマダレはあくまでセンターですに合わせます。だからこの点は真ん中にありますよね。で、左右同じ均等になっています。そして中の蝶なんですけれども、これがセンターに対して右に来ています。センターがずれています。そうすることで、外形外側の形がこのような広がる形になっているということです。これマダレ。はい、タレのある文字3つ目がこの山いだれですね。非常に難しい字というかバランスの取りづらい字かなと思います。この点々があるだけでも全然変わってきますよね。で、これも先ほどと同じようにセンターに対してこの山いだれセンターに来てます。ちょうどセンター。点がまっすぐセンター上になっています。で、この点がありますよね。点があるので少しね、この左払いを立ててあげた方がいいですね。こうではなくて少し立ててあげることによって、これが少しスペース空きますので書きやすくなるかと思います。そして中のパーツがセンターに対してかなり右行ってますよね。このセンターですね。かなり右に行ってます。で、それによって先ほどと同じように外側の外形の形がこのように広がる三角の形になっているということです。はい、これが山いだれですね。はい、続いて尿のある文字なんですけれども、まず真尿です。で、これフル取りっていうんですけれども、このフル取りっていうパーツがど真ん中ではなくて、このセンター上ではなくて少し右に寄ってますよね。で、少しコンパクトに書いてあげます。で、真尿がそれを包み込むような形で入ります。ちなみに真尿は1、2、三角なので間違えないでください。この高さはね、あんまり高くなりすぎない方がいいです。要するにこういう風になっちゃうと、真尿が来て
ここねスペースとか空いちゃうので、浅めに針葉は払うようにします。はい、これが針葉の書き方です。はい、続いて円葉なんですけれども、先ほどの針葉と同じように、この中のパーツがこのセンターに対して少し右に行ってますよね。そして、この円葉なんですけれども、で、これも一画、二画、三画なので注意してください。これがね、円葉の書き方です。尿のある文字3つ目が双尿です。双尿で一番注意しなければいけないのは、この走る、双尿が先に書きます。今までは上に乗るパーツを先に書いたんですけども、今回に関しては逆です。尿の方を先に書きます。書いてから上のパーツが来るんですけれども、これ本当に気をつけなくちゃいけないのが、これ大きくなりすぎないように、こちらも大きくなりすぎないように。で、センターがありますよね。同じぐらいの大きさですよね。下はね、もちろん右払いが来るので双尿の方が出るんですけれども、この横幅に関しては1対1だと思ってください。これが S という字、双尿のある文字です。文字をきれいに見せるテクニックの3つ目なんですけれども、主格についてちょっと解説したいと思います。こう文字ありますよね。で、角が1、2、3、4ってありますけれども、このうちの1本をね、ちょっと強調するということです。で、この文字に関して、美しいという文字に関しては、これですね。これを主格にしています。で、主格ってこういう主になる角っていう角ですけど、要するに主役になる角、一番目立つ角のことを言います。これをね、一本決めておくと、文字っていうのは非常にね、バランスがいいというか、美しく見えます。なので、2本は作らない方がいいですね。1本ですね、あくまで。で、僕今これ書いたんですけど、別にこれじゃなくてもいいわけです。で、美しいに関してはね、これ以外はちょっと選択肢はないんですけれども、払いを極端にしたりとか、右払いを極端にしたりとか、いろいろあります。まずこれ美しいですね。で、次。このかなんですけれども、これは縦角を主角にしています。で、この文字に関して書き方を説明すると、辺と作りの文字なんですよね。で、こうちょっと重なっちゃう部分があるんですよ。で、こういう文字の時どうするかっていうと、辺と作りの例えばね、この文字の場合はこの隙間にちょうど点が入ってるんです、これも。で、この点の下にこの角が入ってるんです、横角。こういうのをね、ちょっと計算して書いてあげると、うまくね、噛み合います。この字は非常に噛み合いやすい典型例なんですが、他にもそういう文字ありますんで、もしね、ぶつかって困るなと思うときは少しそれも考えてみてください。それがね、かの書き方になります。主格の考え方なんですけれども、3つ目がこの部なんですが、やっぱりこの反りですよね。で、反りのある文字っていうのはやはりその反りが主格になることが非常に多いです。で、この部、非常にね、難しい文字
じゃないかなと思います。1画目、2画目来ました。で、この止まるってあるんですけれども、まずこういうところの隙間を均等にします。ちなみに、これ縦なんですけど、横、ここもね、同じぐらいだと思ってください。そして、今ここ僕ね、このセンターに対して少し右に持ってきたんだけど、だいたいセンターぐらいまで、だからもうちょっと左でもいいんですよね。だと思ってください。そしてこの反りなんですけれども、この反りはセンターから、今センター若干右なんですけれども、だいたいセンターから出てもらって、この点よりも外側で終わるようにします。です。気持ち長め。四角なのでね。四角なので気持ち長めにして跳ねてあげます。で、跳ねもね、あまりビヨーンと跳ねない方がいいです。特に実用書道は元気よく跳ねましょうとかそういうことではないので、普通に上方向に跳ねてください。で、今、主角を説明してきたんですけれども、主角に関しては考え方になります。どれが正解とかどれが失敗がないので、それはね、自分の判断で構いませんので、ちょっといろいろとね、試してみてください。はい、ということで今回は字形の整え方の第7回として、文字を美しく見せるための3つのテクニックをご紹介しました。テクニックというかね、垂れのある文字と行のある文字。そしてこれはテクニックなんですけれども、主角の強調についての考え方を解説しました。ちょっとね、こちらの主角の考え方については少し解説が曖昧になっちゃったかもしれないんですけど、その辺はちょっと申し訳ないんですけれども、正解がね、1つ2つではないので、自分でもいろいろ試してみて、いろいろ書いてみてください。以上、参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。